皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。ニュースプレゼンターのアンドロイドっぽい何か、ナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。病原菌 VS 抗生物質戦争、ついに終焉か。東大最強の抗生物質、バクタン。カリフォルニア大学を中心とした研究チームは、細菌感染症の治療薬として効果的な抗生物質の使用につき、一定割合で細菌が薬剤耐性を持ってしまい、より治療困難になるとともに、複数の薬剤に耐性を持つ多剤耐性菌という厄介な存在が誕生してしまうという問題について、既存の抗生物質の中では最後の手段として用いられることの多いバンコマイシンと、2015年に発見され、現在精力的に研究が進んでいるテイクソバクチンを結合させ、強力な抗生剤として機能し、かつ耐性菌を生み出す可能性が非常に低いという、ロボアニメの終盤に投入される血栓兵器みたいな新しい抗生物質の開発に成功しました。まずは前提知識の部分から解説しましょう。太古より人類は感染症に苦しめられてきました。感染症には細菌、寄生虫、ウイルスによるものがありますが、特に細菌感染症では、中世に大流行したペストは、当時の世界人口の 22% もの命を奪ったと言われています。この時代は細菌の存在が知られておらず、細菌感染症というものについての理解が乏しかったことが大きな原因ともなりますが、近代に入りその存在が分かってからも、治療としては対症療法しか選択肢がなく、依然、細菌感染症は人類にとって非常に大いなる脅威となっていました。そんな中、1929年、青カビが周囲の細菌を溶解している様子に着目することで、人類初の抗生物質、ペニシリンが誕生しました。これにより、いくつかの細菌感染症に対して初めて原因療法が可能となりました。従来と比較してあまりの劇的な効果に、魔法の薬などとも呼ばれ、抗生物質の研究は世界中で精力的に行われるようになっていきました。その後も、代表的なもので言えば、ペニシリンが効かない結核菌の特効薬ストレプトマイシン、同じくペニシリンの効かない黄色ブドウ球菌に効果のあるメチシリンなど、次々と様々な病原菌に対する抗生物質が開発されていきました。これにより、一時は細菌感染症は人類にとってもはや脅威ではないとするムードもありました。ところが、抗生物質が大活躍するようになって間もない1940年にはすでに、本来ペニシリンが効く細菌の中に、ペニシリンの耐性を持っているものの存在が研究室レベルで発見されており、1945年にペニシリンの開発者がまさにその功績で受けたノーベル賞授賞式で、耐性菌の器具についてスピーチしていたりしました。ある細菌に対し、対応する抗生物質は効果的に抗菌薬として働きますが、数多く増殖した菌の中には、確率的にその薬剤に耐性を持つ突然変異をしたものが現れます。耐性を持たない仲間が一掃された後、今度は生き残ったその耐性菌が新たに増殖するというわけです。これは遺伝学的な自然界の強力な作用であり、抗生剤治療を行えば行うほど、統計的に起こる可能性は十分考えられます。そして、それは的中しました。1960年代、メチシリンに耐性を持つ黄色ブドウ球菌、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌が医療現場で猛威を振るい始めました。もともとペニシリンが効かない黄色ブドウ球菌にメチシリンも効かないとなると、もはや抗生物質での原因療法としては打つ手がないということになりますね。黄色ブドウ球菌は人の常在菌の一種でもあり、健康な人に対しての脅威度は低いのですが、逆に言えば、それだけ逼迫した状態の患者に対して打つ手がなくなるということであり、院内感染のことも考えれば、本来命の危険のないような疾患の術後に感染することで、元の状態よりも深刻な状態になってしまうこともありえます。医療現場では非常に脅威度の高いショッキングな事態と言えますね。この事態に対応するため新たに開発された抗生物質が、バンコマイシンです。バンコマイシンは MRSA のほか、黄色ブドウ球菌と同じく常在菌であり、もともと複数の抗生物質に耐性を持つ腸球菌などにも効果があり、
いわば最後の砦的な抗生物質となりました。しかし、このバンコマイシンに対してもやはり恐れていた事態は起きました。今度は、バンコマイシン体成長球菌や、バンコマイシン体成黄色ブドウ球菌が現れたのです。重篤な状態の患者からこれが検出されたら、もはや絶望的です。ですが、この頃には社会相対的には細菌感染症の脅威が大幅に減少したことにより、先進国ではがんや糖尿病などの非感染性疾患や、インフルエンザや記憶に新しいコロナなどのウイルス感染症が新たな脅威となってきたため、医学、薬学、疫学などの関連研究リソースの多くがそちらに移行したことと、そもそもバンコマイシンを超える抗生物質の開発が技術的に困難なことも相まって、この問題に対しては、なかなかブレイクスルーの兆しが見えない時期が長く続きました。しかし一方で、生物学の進歩が予期せず巧妙をもたらすこととなります。生物学の進歩は、それまで培養できなかった細菌や微生物を培養することを可能としました。これにより、VRE や VRSA に効果のある未知の抗生物質の発見も期待されることとなり、2015年、ついにそれが発見されました。それが、テイクソバクチンです。テイクソバクチンは、これまでの抗生物質にない非常に強力な抗菌作用を有していました。細菌は細胞構造を破壊されて死に至るということ以外に、細胞壁に別の物質が結合することで増殖が阻害され、病原性を失うということがあり、そのように作用する特性を持つことが抗生物質の一つの攻撃法となりますが、テイクソバクチンは同時に2箇所を標的とする二重標的機構という特性を持ち、さらにそのうちの一つは、突然変異でも変化が起こりにくい糖二リン酸という部位を標的としています。つまり、対象の菌がこれに耐性を持つには、基本的に変異しない根幹的な部分を含む2箇所以上の構造を同時に変異させるとともに、菌として十分な生存能や増殖能を持つ必要があるという、天文学的な超低確率の発生過程をくぐり抜ける必要があります。マウス実験ではバンコマイシン耐性菌を含めた幅広い菌類に対し効果が認められ、現状問題に対する新たな抗生剤候補として非常に期待が持たれたのですが、人向けの薬剤として開発するには大きな障害がありました。特に大きな問題は、薬剤として利用するほどの安定供給が難しいということです。もともと培養不可能だった微生物から抽出したものであるために、その大量確保は技術的にまだ難しいのです。今回の研究は、この部分をかなりの程度解決したことが成果となります。その大きな鍵となったのは、既存のバンコマイシンと結合させるという発想でした。生体分子の構造的特徴をコンピュータ上で模倣し、それが起こす化学的、物理学的相互作用を解析することをファーマコフォアと言いますが、特徴的な二重標的機構を失わないように、かつ、安価に変更できる化学修飾を施した最小限の量のテイクソバクチンに対し、バンコマイシンを結合させるというファーマコフォアモデルを構築したところ、それぞれ単体、または純粋な混合状態よりも、抗生物質的な活性が強化できることを発見しました。つまり、高コストの新機体を超えるさらなる新機体を作るのではなく、新機体のコア部分を既存機体生産技術にうまく導入したら、新機体よりも強く、さらに量産可能になったという、ガンダム002期序盤の世界政府勢力みたいな状況になったということです。これわかったな。風呂飲んでくる。とはいえ、まだファーマコフォアモデルでこういうものができたという段階であり、創薬の実用化に際して予期せぬ障害が見つかったりすることも考えられますが、AI 活用というまた別基軸の発展要素もあるので、かなり期待が持てる研究結果と言えるでしょう。人類が細菌との戦いに終止符を打つという未来もそう遠くないかもしれない。というのは残念ながらまだまだ時期尚早です。今回の研究結果が実用化できたとして、やはりまだ大きな問題が残っています。細菌には細胞壁の構造で大きく分けて、グラム陽性菌とグラム陰性菌という分類があります。黄色ブドウ球菌や腸球菌などの大部分の種族はグラム陽性菌に属しており、耐性獲得を別とすると、バンコマイシンやテイクソバクチンは非常に効果的です。しかし一方で、これらはグラム陰性菌に対してはほぼ無力です。グラム陰性菌には大腸菌や緑膿菌などがあり、これも重篤な状態の人にとっては大きな脅威です。これに対しては、
アモキシシリンやシプロフロキサシンなどの別種の抗生物質が開発されていますが、これにもやはり耐性菌の問題は発生しています。ですので、こちらの系列でも今回のように効果的な新薬を開発するか、バンコマイシン、テイクソバクチン系列にグラム陰性菌にも対応する形質を持たせるか、先の見えないミクロ闘争はまだまだ続きそうです。細菌を含めた感染症と人類の戦いの終局のためには、最終的には超高精度の分子標的薬やナノマシンなど、やはり今はまだ SF の領域にありそうです。とはいえ、今回の成果を含め、その未来に向けて一歩ずつ進んでいることは間違いないと信じたいですね。今回の研究論文は、現在アメリカ化学学会誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しい内容を知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。